こんにちは、チャイコと申します。この動画を開いてくださり、ありがとうございます。3本立てでお送りしていると言いたいところですが、私がペース配分を間違えたために急遽続中級編を追加することとなり4本立てになってしまったジャストダンス講座。今回は上級編、ジャストダンスの真髄、13000点の世界をお送りします。また後半では、最上級編として、ジャストダンスにおける満点、13333点とは何なのか、また、本来なら全身の動きで表現するはずのダンスをハンドコントローラーの動きのみで採点するということについて私の考えていることをお話ししたいと思います。この上級編ではジャストダンスでより高いスコアを出すためのコツを解説します。そしてハイスコアを目指すことによって体感できるジャストダンスの本当の楽しさを皆さんにお伝えできたらと思っています。なお、採点の仕組みなどを中級編と続中級編で解説していますので、まだご覧いただいていない方は、ぜひそちらの動画も見てみてください。なお、私は普段、任天堂スイッチのジョイコンを使ってゲームをプレイしていますので、ジョイコンを基準とした説明になることをあらかじめご了承ください。ですが、スマホをコントローラーとして使用した場合でも、基本的な仕組みは同じですので、参考にしていただければと思います。では、上級編をはじめ。はい、なんでしょう。これまで動画を見てきたけど、そもそも偉そうに話しているお前は誰なんだ。はい、良い質問ですね。私はただのジャストダンスの1プレイヤーです。ダンスの経験はほとんどありません。昔、ちょっと楽器をやっていたことはありますが、プロのような音楽の技術や知識を持っているわけではありません。ですが、ジャストダンス2020からプレイし始め、今日までどうすればハイスコアが出せるのか、日々試行錯誤を続け、経験を重ねることで、このジャストダンスというゲームで求められていることは何なのか、ということがだんだんと見えるようになってきました。ですので、この講座は私がそのうんちくを傾けたいだけの動画。いえ、間違えました。私の経験をお伝えすることで、皆さんがジャストダンスをプレイする上で何か一つでもヒントになれば、との思いでこの動画を作成いたしました。なお、この上級編は私が試してみてこうだったという経験の話が主になります。もしかしたら認識が間違っているかもしれませんし、手の細かい感覚ですので、うまく言葉ではお伝えしきれない部分があるかもしれません。なので、異論は認めます。ですが、この講座を通して、私が本当にお伝えしたいことが、この上級編には詰まっています。ですので、少しでも興味のある方は、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。では、上級編を始めます。ジャストダンスをプレイする上で一つの目標となるのが、この最高の星である、メガスターです。そして、メガスターが取れるようになったら、次に目標となるのがこの13000点です。だんだんとコツがつかめるようになってきて、画面のコーチと同じ動きができるようになれば、メガスターを取れる確率は上がってくると思います。ですが、その上の13000点を目指すには、目には見えにくい部分、例えば、細かい手の動き、動かすタイミング、どこで力、速さを加えるかなどを表現できることが求められてきます。それだけに、この13000点は、メガスターよりも大きな壁です。では、どうやったらその壁が打ち破れるのか、パーフェクトにならない箇所の原因を探って、一つ一つ解決していくことが必要です。私は主に、これらのパターンに当てはめて考えています。なお、ここからしばらくは、特定のパートのネタバレになる映像を流しますので、答えは見たくない、自分で原因を探りたいという、意欲的な方は、音声だけを聞いて、映像は見ないようにしてください。リズムに合っていない、自分ではテンポ通りに動いているつもりでも、気づかないうちに、速くなってしまったり、遅くなっていることがあります。ので、まずは音楽をよく聞いた上で、自分の動きが、ムーブアイコンがこの位置に来たタイミングと合っているかを確認します。また、私はよく、自分の姿を鏡に映して、画面のコーチの動きと自分の動きが合っているか、ということを確認するのですが、コーチの動きに 100% 合わせようとするよりも、わずかにタイミングをずらした方が、パーフェクトを取りやすいという場合があります。ですので、自分の動きを少し早めにしたり遅めにしたりして、評価が改善されるかを試します。また、よく見落としがちなのが、動き始めるタイミングが評価の基準になっているケースです。動きを止めるタイミングばかり気にしていたら、実は、動き始めるタイミングもポイントになっていた、というムーブも多くあります。採点の対象となる動きができていない、右下にガイド、ムーブアイコンが表示されていますが、
これが動きのすべてではありません。ここに表示されていなくても、採点の対象となる動きはたくさんあります。ので、コーチの動きを今一度よく見て、何か見落としていることがないかを探ります。手の返しなど、パッと見ただけでは気づかないような、細かい動きをしている場合もあります。また、一つ前の動作がしっかりできていないと、次のムーブの判定に影響が出るという場合もあります。また、手の向き、角度が重要なポイントになっているムーブもありますので、ジョイコンがどの方向を向いているのかにも注意が必要です。コーチの動き、一つ一つをしっかり観察しましょう。動きが途中で終わってしまっている、動きが中途半端なところで止まってしまうと、評価が下がったり、時には×がついたりします。ので、動きのラインを最後まで見逃さないようにしましょう。動く距離が足りていない、大きく動きすぎている、極端に言うと、腕全体を大きく回すムーブで、肘を曲げて肘から先だけを動かしていてもパーフェクトは取れません。また、わずかに距離が足りていなくて評価を落とす場合もあります。今までうまくいかなかった箇所で、動きを大きくしてみたら、すんなりパーフェクトが取れるようになったというケースはよくあります。逆に、ほとんど手を動かさないようなムーブで、大きく動いてしまっていた場合、これも評価を落とすポイントです。動きのラインが意識できていない、ムーブアイコンにどういう矢印がついているのかを、今一度確認してみます。カーブの矢印がついているところで、手の動きが直線的になっていないか、しっかりと円を描けているか、円を描く場合、コーチと同じタイミングで腕を回せているかも確認します。また、この矢印を意識するだけでは不十分な場合があります。矢印方向の動きは意識できていても、反対方向の動きがいい加減になっていると、評価が落とされることがあります。また、ムーブアイコンに矢印が表示されていなくても、動く過程の速さなどが評価の対象になっている場合もあります。このムーブのように、何回か手を往復させる振り付けで、なぜかパーフェクトにならない場合は、行きと帰りの動きを同じ力加減、かつ滑らかに動かすということを試してみてください。動く速度が合っていない、ゆっくり手を動かさなくてはいけない箇所で、早く動かしすぎているという場合もそうですが、一つの動きの中で、速さを変化させる必要がある場合もあります。歌を歌うように、動きに様々な緩急をつけて、振り付けがされています。曲をよく聴きながら、コーチの動きの速さの変化を注意深く観察してください。動きが硬い、力が入りすぎている、このように、明らかに手の力を抜いた動きの振り付けがされている場面で、力を入れていたら、もちろん評価は下がります。ですが、その他のマップでも、あまり手には力を入れない方が良いでしょう。手に力が入っていると動きが硬くなってしまい、先ほどお話しした緩急などの表現がつけづらくなりますし、また、気づかないうちに動く速度が速くなってしまいます。このマップのように、勢いのある振り付けの場合は、力強く動いた方が良いですが、その場合も、力を入れるというよりは、勢いをつける、という感覚で動いた方が良いでしょう。また、これはよくあるケースですが、手を上に突き上げるような動作をする場合、力任せに一気に手を上げてしまうと、OK の判定がつくことがよくあります。これは、手を上げた時のタイミングが合っていない、という場合もありますが、力が入ることで動く速度が速くなってしまっているために、評価が下がっている場合もあります。その時は、手を上げる速さを遅くしようと意識すると、今度は、動きのタイミングがずれてしまう可能性がありますので、この、動いている時のラインを感じるような気持ちで、手を上げてみてください。ではなく、みたいな感じです。自分では、速さはあまり変わっていないように思えても、評価が改善することがあります。また、その他のムーブでも、ほんのちょっと動きが速くなってしまっただけで、OK の判定がついてしまうことがあります。ですので、自分の手がどういう速さで動いているのか、速く動きすぎていないか、ということを意識できるようになると良いでしょう。また、その他には、例えるなら、一筆書きのように、複数のムーブをつなげて動かすことが求められていることもあります。そういう箇所では、意識的に動きをつなげ、動きの流れが止まらないように注意しています。はい、私は主にこんな感じで、いろいろと原因を探りながら、一つ一つの動きを調整していってパーフェクトが取れる確率を上げるようにしています。こんなにたくさんのことを考えなくちゃいけないの？今、
そう思った方もいるでしょう。はい。そうなんです。でも何曲も踊って、だんだんと経験を積んでくると、ここの動きはこうだから、原因はこれかなという大体のパターンが分かってきます。そして、このパターンが分かってくると、今度は初めて踊るマップでも、この動きはきっとこう動けばいいんだな、と、あらかじめ推測することができるようになってきます。これが身についてくると、さらにジャストダンスが楽しいと思えるようになってくるでしょう。ですが、いろいろ試しているけど、どうやってもパーフェクトが取れない、ということもたくさんあると思います。その場合には、まず私は映像をスロー再生して確認します。この YouTube にも、ジャストダンスの動画がたくさんアップされていますので、それらを利用させてもらいましょう。速度を落として再生し、手の動き、どういうタイミングで動いているかなどを細かく確認します。次に、他のプレイヤーさんが実際に踊っている様子の動画を探し、それを見て参考にさせてもらいます。あ、ここはゆっくり動かした方が良いのかなとか、あ、ここはこんな動きをしていたんだな、とか、何かヒントが見つかるかもしれません。それでも、考えられるあらゆる手を尽くしてもダメだったら、私はとりあえず、その場は諦めます。ずっと解決方法がわからずに、そのままになることもありますが、1ヶ月後、もしくは1年後に踊ってみたらすんなりパーフェクトが取れるようになった、ということもあります。ので、いつかはできるようになる時が来るだろう、という気長な気持ちでやっています。では、実践編として、中級編でも解説をしたアフターパーティーを再度見てみたいと思います。前回は中級ということで、メガスターが取れるレベルでの解説をしましたが、今回はその上、13000点を目指して確実にパーフェクトを取るためのコツをお話しします。まず、踊るにあたって、このという表紙を感じてください。また、歌、そして後ろのパーカッションなどがどういうリズムで鳴っているかというのも聞いて曲の雰囲気をつかんでおくと良いでしょう。最初のムグは手を胸の前から開き、楕円を描くようにまた胸の前に戻ってきます。その際、ムーブアイコンがこの位置に来たタイミング、歌で言うと、セーブミーの直後のタイミングで方向を変えます。次は腕を伸ばして、拳でトントンと軽く叩くような動作です。ここは、叩くタイミングを拍子にしっかりと合わせます。力は入れずに、手首のスナップを効かせる感じで叩くようにするとさらに良いでしょう。次は、肩の位置から手を下げてから、U の字を描くように滑らかに上に引き上げます。左手が上に上がるタイミングで、右手を下に下げます。また肩の位置から下げて、上に引き上げます。胸の前で手を回転させ、そのままの流れで手を上に持っていき、手の甲を前に打ちつけます。上から段階的に手を下ろしながら手首を使って手を前後に開く動作をします。その際、手を前に開くタイミングをしっかりと拍子に合わせます。この足の動きに合わせるようにするとタイミングをつかみやすいでしょう。次のムーブはアイコンを見ると肩から矢印が伸びていますが、それよりももっと距離を長く腰のあたりから手を動かすようにするとパーフェクトになりやすいです。その際、手の先がしっかりと進行方向に向くようにします。次のムーブは3拍目で動きを止め、4拍目を数えたタイミングで手を下に下ろし、次の1拍目に合わせて手を前に開きます。ここの動作をつなげると、こうなります。次は肩の位置から軽く手を左に投げ出します。手首の力を抜き、沈むように手を下に下げたら上に引き上げます。この時、手が下に沈むタイミングを拍子と合わせるようにします。ここは基本的にはコーチの動きと合わせるようにすればよいのですが、この振り付けが2回目に出てくる時に流れる。に合わせるようにするとタイミングが取りやすいでしょう。次はこのラインで胸の前から手を広げ、脇から手を反対側に持ってきてトントンと軽く叩いたら虹を描くように大きく腕を回します。ここはそれぞれの動きを個別に捉えるのではなく、歌に合わせて歌うようにすべての動きをつなげます。ここはこの手の返しが中途半端にならないよう、肘から先を使ってしっかり手を回します。上から手を1回転半させます。その時、
軌道がしっかりと丸くなるようにし、コーチとタイミングを合わせ、歌うように回します。あとは、先ほどと同じです。以上が、このアフターパーティーでパーフェクトを取るコツになります。なお、このマップには、最後だけに出てくるムーブがありますが、ここのコツは、ぜひ皆さんで考えてみてください。ここで、ハイスコアを取るために必要なことを、もう一つ、お話しします。それは、その曲を理解して、どれだけ体で感じることができるかです。前の動画でもお話ししていますので、またその話か、と思うかもしれませんが、ジャストダンスは、音楽ゲームとして、本当にこの部分をよく考えて作られていますので、ここではもうちょっと、レベルを上げた話をします。先ほどの、アフターパーティーの解説で、こういう表紙を感じましょうと言いましたが、この表紙、音楽のノリの感じ方というのは、曲によって様々です。必ずしも、これが正解というわけではありませんが、参考として、私が曲をどう感じているか、というのを図で示してみました。It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you Don't rush, slow touch, brown and white, like I go country, grab and buy. We can go bust, eye for eye, we can lose trust. Wire, fizzy pop, where you they go, we they go up, catch my vibe. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, Ya no puedo más, ya no puedo más. ya no puedo más con esta melodía. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. こういった感じです。ご覧いただいたように、曲の感じ方というのは多種多様です。曲の特徴をつかんで、どれだけその曲の世界に入り込むことができるか、これもスコアを上げるための重要な要素です。では、続中級編で宿題として出していたファインチャイナを見てみます。この曲は最初とドラムが鳴っています。歌が始まってもという風になっています。これをそのまま捉えていると、最初のうちは良いかもしれませんが、だんだんと踊りにくくなってきて、さらには自分の動きがなんかいまいちダサいような気がしてきます。そこでコーチの動きに注目してみると、細かくリズムをとっていますので、これを真似しましょう。このリズム感を常に体の中で感じるようにすると、ぐっと踊りやすくなって、曲の雰囲気に合った動きができてくると思います。そしてその後のこういった動き、これも無理なくコーチに合わせて動くことができるようになります。また、これは2024のマップ、スワンレイクです。このマップはどう捉えてよいかわからず、なんか苦手だなと思っている方も多いのではないでしょうか。この曲は現代風にアレンジがされていますが、原曲はクラシック、バレエ音楽です。原曲の優雅で幻想的でドラマチックな曲調、そして100人近い人で構成されたオーケストラが奏でる音の厚み、これがイメージできているのといないのとでは、踊りやすさがだいぶ変わってくると思います。このように音をよく聞いて、それぞれのジャンル、アーティストの特徴を理解した上で、体を動かせるようになれば、自分の得意な曲だけではなく、フ
様々な曲でハイスコアを目指せるようになり、ジャストダンスの楽しさの幅がさらに広がるでしょう。では、ここまで私がハイスコアを取るために意識していることをお伝えしてきましたが、実際には自分ではこう動きたいと思っていても、すべてのムーブでそれを正確に実現することはかなり難しいです。動きのタイミングがわずかにずれてしまったり、動かす速度がちょっと速くなってしまったり、本当に一瞬のズレでパーフェクトを取りこぼしてしまいます。ですが、それを乗り越えて、やっとオールパーフェクトが取れたと思っても嬉しくないことがあります。それは、スコアが極端に低かった時です。では、ここから最上級編に入ります。ジャストダンスにおける満点、13,333点とは何なのか。すべてのムーブでパーフェクトが取れればもらえるんじゃないのと思っている方もいるかもしれませんが、現実はそんなに甘くはありません。ジャストダンスは一つのムーブが5段階で評価されます。100% の動きができれば、それはもちろんパーフェクトです。では、このぐらいの評価だったら、それでもパーフェクトなんです。その場合、実はここまでの点数しかもらえていないんです。これはゴールドムーブでも同じです。ゴールドムーブは1回で加算される点数も大きいですが、その分、中途半端な出来だとマイナスされる点数も多くなってしまいます。ですので、たとえすべてのムーブでパーフェクトが取れたとしても、一つ一つのムーブに対する評価が低ければ、結果として、13,333点には程遠いスコアになってしまうのです。では、100% の評価をもらうためにはどうしたらよいのか。スコアリングの仕方については、公表されているわけではありませんので、おそらくこうだろう、という想像でしかお話しできませんが、まず一つに、これができていなくてもパーフェクトにはなるけど、減点の対象になる動き、というのが存在します。私が経験した例を挙げていくと、胸の前から手を横に開くような動きをしていたのを、一旦前に出してから横に開くようにした。最初から手先を右に向けて動かしていたのを、手の先を左側に向けた状態から右に向きを変えるようにした。また、タイミングを合わせるのが難しいからと、つい動きが小さくなりがちだったのを頑張って大きく動かすようにした。など、細かい動きを修正したら、それまで低かったスコアが上がるようになりました。また、動きのニュアンスが影響する場合もあります。このムーブは、ただ手をぐるぐる回すだけでなく、リズミカルに軽く手を前に突き出すような感じで回した方が、スコアが良い気がします。また、ムーブ単体の問題ではなく、マップ全体の問題、つまりは、確かに動きは合ってるけど、なんかノリが違うんだよね、という評価をされてしまった場合、スコアが下がります。このキッズ向けのマップでは、最初は慎重になって動きが控えめになっていたのを、一流のオーケストラをバックに従えて、ステージに立って演じているぐらいの気持ちで、ダイナミックに踊るようにしたら、良いスコアをもらえました。またこのマップは、どうしたらハイスコアが取れるか試していた中で、ただ単調に踊った場合、レゲトンのゆったりとしたムードを感じながら踊った場合、それでこれだけのスコアの差がつきました。今挙げたのは、幸いにも自分なりのスコアアップのポイントが分かった例です。ですが、そのポイントが分からない場合の方が多いです。どこをどう改善したらよいか分からなくて、なかなかスコアが上がらずに途方に暮れたりもします。ですが、このマップで求められている動きは何なのか、その目には見えない答えを探求していく。ジャストダンスは突き詰めようと思えば、いくらでも突き詰められるのです。そして試行錯誤の上に、たとえまぐれだったとしても、このスコアを目にすることができたときは、喜びもひとしおです。では、4本立てでお送りしてきたジャストダンス講座、最後のまとめです。ジャストダンスをハンドコントローラーでプレイしていて、多くの人がある時点で気づくと思います。あれ？無理に体を動かさなくても、右腕だけ動かしてればスコアは取れるんじゃない？はい。確かに棒立ちで、右腕だけ動かしていても、コツさえつかめればそれなりにスコアは取れます。しかし、全身を動かすことによって出せるダイナミクス、全身を動かすことによって表現できる音楽の世界、ジャストダンスでは、これらも評価の基準となっています。なので、腕しか動かさなかったら、これらの表現の面で劣ってしまうため、高いスコアをもらうことは難しいです。何より、プレイしていてもあまり楽しくないと思います。本来なら、ダンスは体全体を使って表現するものです。それをハンドコントローラー一つで採点するのはどうなの？と思う方もいると思います。でも逆に言うと、このマップの世界も、このマップの世界も、このマップも、これも、これも、すべて
右手の動きだけで表現する必要があるのです。中級編の動画で目的を持って動きましょう。自分の動きに自信を持ちましょう。これが大事だと言いました。その曲についてを繰り返し、自分がそのマップをどう踊りたいのか、どう表現したいのか、その全てを右手に込めてプレイする。これがジャストダンスをハンドコントローラーでプレイすることの醍醐味だと私は思っています。現在、ジャストダンス2023以降の新エディションでも全身の動きによって採点がされるカメラコントローラーが利用できるよう開発が進められています。今後、本格導入されるようになったら、ジャストダンスのプレイ方法の主流はカメラコントローラーになるかもしれません。ですが、ハンドコントローラーにもまた別の価値、楽しさがあると私は思っています。この講座ではハイスコアを取るということに焦点を当ててジャストダンスの紹介をしてきましたが、一人で踊るもよし、みんなで踊るもよし、運動目的でプレイするのもよし、スコアを追求するのもよし、ジャストダンスの楽しみ方は人それぞれです。皆さんもぜひ自分なりの楽しみ方を見つけ、ジャストダンスをプレイしていってください。では、ここまで長くなりましたが、最後までご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございます。頻繁に更新はできませんが、今後もジャストダンスに関する動画をアップしていきたいと思っていますので、このチャンネルを見かけた際には、またぜひ動画を開いていただけると幸いです。ではまたお会いいたしましょう。